夜空を見上げるとき、私たちの目に映る無数の星々。その背後には、遥か昔から続く銀河の壮大な物語があります。星々はどのように集まり、銀河の形を成したのか。そして銀河同士が出会い、衝突し、新たな世界を生み出すその瞬間には何が起きるのか。今夜は私たちの銀河系を巡りながら、銀河の成り立ち、衝突、銀河系の未来を紐解いていきます。夜空に横たわる天の川は、昔から人々の興味をかきたてるとても不思議な存在でした。東アジアでは川に見立てられ、西洋では大神ゼウスの妻ヘラの父が夜空にほとばしり出たものだというギリシャ神話から、ミルキーウェイ、父の道と呼ばれてきました。現代では人工光が増加し、天の川の淡い光を見ることは特に都会で難しくなっていますが、昔は天の川は今よりはるかにその存在感があったことでしょう。天の川の正体は何かという問いに初めて科学的な答えを与えたのは、天文学の父とも言われるイタリアのガリレオ・ガリレイです。1609年、ガリレオは発明されたばかりの望遠鏡を使い、ぼんやりと輝く天の川が無数の星の集団であることを突き止めました。その後、さまざまな観測が重ねられ、天の川の詳細な構造が次第に明らかになってきます。銀河系は太陽を含む1000億から数千億個もの恒星が集まった渦巻き銀河である。中央が膨らんだ円盤形で目玉焼きのような姿をしている。目玉焼きの黄身にあたる部分はバルジと呼ばれ、円盤部分には腕のような構造を持つ。銀河系の直径は10万光年にも及ぶ。太陽系は中心から2万6000光年の距離にあり、銀河系内の他の星々と一緒にぐるぐると2億年程度かけて銀河系内を周回していると考えられている。夜空の光の帯、天の川はこのような銀河系を内部から見通した姿なのです。私たちは銀河系を内部から見ているので、天の川は一続きにつながっています。その帯のうち、天の川の濃く広い部分が銀河系のバルジ方向にあたります。帯の中央は黒く隙間が空いているように見えますが、星がないわけではありません。濃い塵が奥からやってくる光を遮るために暗く見えているのです。
星の世界はどんな形に広がっているのか。この疑問に対して初めて科学的な調査が行われたのは18世紀後半のことです。まだ銀河系という概念など存在せず、夜空に見える天体が宇宙のすべてだった時代です。天王星の発見者としても知られるイギリスのウィリアム・ハーシェルは、自ら開発製作した当時最高クラスの望遠鏡でさまざまな方向の星の数を数えました。当時、星までの距離を計測する方法はありませんでした。そのためハーシェルは、一定面積あたりの星が多いか少ないかによってその方向の奥行きを推定しようとしたのです。ハーシェルが683の領域を調査したところ、宇宙はやや厚めの円盤状の形をしていることが分かりました。天の川の方向は星がたくさん見えるため、その方向はより遠くまで奥行きがあるという結果になったのです。ハーシェルの方法は厳密さには欠けていましたが、現代の銀河系像の基礎は彼によって作られました。観測できたのは銀河系の中でも星の光が届く一部の範囲に限られましたが、それでも銀河系が基本的には円盤構造であることを見事に言い当てたのです。その後、20世紀初頭までに渦巻き模様の天体が多数発見されるようになりました。これは今から考えれば銀河系の外にある他の銀河だったのですが、当時はその正体は分かりませんでした。このため渦巻き模様の天体は銀河系の中の天体だとする説と、銀河系から遥か彼方の天体だとする説との間で論争となりました。宇宙の広がりが銀河系程度なのか、それとも銀河系を超えてさらにもっと遠くまで広がっているのかという大問題です。宇宙の大きさは銀河系程度なのか、それとも銀河系よりも外に広がっているのか。この疑問に答え、人類の思い描く宇宙の姿を大きく変えたのがハッブルの観測です。惑星が太陽の周りを公転していると考える地動説は、17世紀の終盤までには徐々に定着していきました。一方、太陽系より外側は恒星が散りばめられた世界と考えられていました。恒星界の広がりとその形は20世紀初めまでにおぼろげには分かっていましたが、銀河系とか銀河といった概念はまだ存在しなかったのです。ところが夜空には恒星とは明らかに異なる星雲が見える。恒星は輝く点にしか見えないが、星雲はぼんやりと雲のように広がっている。1920年、後に
天文学の大論争と呼ばれる討論がアメリカ国立科学院の年会で行われました。星雲が恒星の集団の中にある天体なのか、それとも遠く離れた天体なのかという議論です。言い換えれば、宇宙はどこまで広がっているのかということです。アメリカのエドウィン・ハッブルがこの大論争に決着をつけたのは1924年のことでした。彼はアンドロメダ星雲が銀河系の外にある天体であることを発見しました。アンドロメダ星雲は銀河系と同じような多数の恒星からなるアンドロメダ銀河だったのです。こうして宇宙は銀河系の外に広がっており、銀河系と同じような銀河がたくさんあることが明らかになりました。この瞬間から人類が知る宇宙の大きさは100倍、1000倍へと広がっていくことになったのです。我が銀河をはじめ宇宙で輝いている銀河は皆一体どのようにして生まれたのでしょうか。銀河、すなわち星の集団が生まれるためには材料となるガスが集まらなくてはいけません。しかし誕生間もない宇宙ではガスはほぼ均一に漂っているだけでした。宇宙空間には銀河の密集したところとそうでないところ、つまりムラがあります。1970年代には宇宙誕生から今日までの間に現在のようなムラのある宇宙の構造ができるようガスを集めるには、原子のような見える物質の質量だけでは足りないのではないかと考えられるようになりました。そして1985年、イギリスサセックス大学に行ったフレンク博士らは、星や銀河の材料となるガスを集める原動力こそがダークマターであるという仮説を発表したのです。ダークマターとは可視光線のみならず赤外線、X 線、電波などいかなる波長の光でも捉えることのできない見えない物質です。宇宙の約 26% もの成分を占めるとされる重要な物質でもあります。このダークマターが一体どのようにして銀河を形成するのでしょうか。彼らの仮説によると、まずダークマターが他の場所よりも少しだけ多く集まる場所が偶然できます。そこは重力が強くなるため、さらにダークマターが寄ってきます。このようにしてダークマターの密度が他の場所よりも濃い場所が出てくるのです。するとそこに今度はガスが重力で引き寄せられていくのです。集まったガスは自身の重力で収縮していき、
星や銀河が生まれるというわけなのです。さらに多くの銀河が集まってくれば、銀河団が形成され、宇宙の大規模構造が出来上がります。NASA の研究者らによると、天の川銀河とアンドロメダ銀河の衝突は、互いの形が大きく変化する激しいものになると予想されています。両銀河の星々は、銀河が衝突しても互いを通り抜けると考えられています。銀河は恒星の集団であり、星同士の間隔はとても広いため、銀河が衝突しても星同士がぶつかることは稀だと言います。ただし、互いを通り抜ける際に銀河の構造は大きく乱れます。相手の銀河の重力の影響を受けて、それぞれの星の運動が変化するのです。一旦通り抜けて距離が空いても、互いの重力によって引き合い、再び接近します。こうして衝突を繰り返し、両銀河は一つにまとまっていきます。もともと渦を巻いていた両銀河の形は、衝突のたびに大きく崩れていきます。約60億年後、最終的に両者は一つの巨大な楕円銀河になると考えられているのです。アンドロメダ銀河と天の川銀河が将来衝突する可能性については、1970年代から複数の天文学者が指摘してきました。ただしそれはあくまでも一つの可能性に過ぎず、衝突する確かな証拠はありませんでした。NASA などの研究グループは、2002年から2010年にかけてハッブル宇宙望遠鏡を使ってアンドロメダ銀河を詳しく観測しました。その結果、アンドロメダ銀河は天の川銀河に向かってほぼまっすぐ近づいていることが判明したのです。この果てしなく広い宇宙で、なぜ銀河と銀河は互いに近づき衝突するのでしょうか。実はこの宇宙には銀河の接近と衝突を促す黒幕が存在するのです。星が集まって銀河を作るように、銀河も集まって銀河群や銀河団といった集団を作ることが知られています。天の川銀河も極部銀河群という大小50個程度の銀河の集団の一員です。銀河が数十個集まった集団を銀河群と呼び、数十個から数千個集まった大きな集団を銀河団と呼びます。銀河団の中にある銀河を観測すると、さまざまな方向に動き回っていることがわかります。運動する銀河たちを一定の範囲内に留めておくには、銀河たちを引っ張ってまとめる力が必要です。銀河たちを引っ張ってまとめる力とは、銀河団全体の重さが生み出す重力に他なりません。各銀河の動きが速いほど強い力で引っ張る必要があります。
この関係性を使って各銀河の運動速度から銀河たちをまとめる重力の強さを求めることができます。1933年、スイスの天文学者フリッツ・ツビッキーは約 3.2 億光年先にある髪の毛座銀河団の質量を2つの方法で求めました。各銀河の運動速度から求める方法と銀河の星の明るさから求める方法です。後者は星は明るいほど質量が大きいという性質を利用した方法です。この2つの方法で求めた質量を比べると実に不可解なことが判明しました。各銀河の運動速度から求めた銀河団の質量が銀河の星の明るさから求めた銀河団の質量の400倍も重かったのです。この質量の不一致は言い換えると銀河の星の質量だけでは銀河たちをつなぎ止めておけないということになります。この矛盾を説明するためにツビッキーは銀河団には私たちが観測できない物質が存在すると主張しました。不足分の質量は見えない物質の質量だと考えたのです。ツビッキーが1930年代にその存在を予言した見えない物質について1970年代に入ると多くの研究者がその存在を認めるようになりました。見えない物質が存在し周囲に重力を及ぼしていると考えないと説明できない天文現象がいくつも観測されたのです。この見えない物質はダークマターと呼ばれるようになりました。ツビッキーが発見した銀河団のあるはずなのに見えない質量の犯人は目には見えないけれど質量を持ったダークマターだったのです。ダークマターを直接見ることは不可能ですが質量を持ち周囲に重力を及ぼすことから間接的にその存在を知ることは可能です。研究が進みダークマターが宇宙のどこにどのくらい存在するのかが明らかになってきました。ダークマターは宇宙に普遍的に存在しますが場所によって濃淡があるといいます。ダークマターは銀河をすっぽりと包み込むように球状に固まって分布していると考えられています。またダークマターに包まれた銀河たちの集合体である銀河団も全体が広くダークマターに覆われているといいます。ダークマターの塊は銀河の大きさの10倍以上の範囲に広がっており、その質量はその中心にある銀河の星の合計質量の10倍以上になるといいます。つまりダークマターまで含めた全体の銀河の質量を計算した場合、目に見える星の質量は1割にも満たないということです。銀河団の規模で考えた場合、一般的に銀河団の質量のおよそ 85% がダークマターによるもので、星の質量は 2% ほどしかありません。それ以外の質量は
銀河団内に広がっているガスなどによるものだと言われています。銀河の動きは圧倒的質量を持って銀河を包むダークマターの動きに左右されるのです。銀河同士を近づけて集団にするのも、天の川銀河とアンドロメダ銀河を衝突に導くのも、その黒幕はダークマターなのです。天の川銀河とアンドロメダ銀河が数十億年後に衝突して楕円銀河になるように、銀河群や銀河団として現在は集団の中で共存している銀河たちも、いずれは衝突し合体する可能性が指摘されています。つまり銀河群や銀河団の中にある銀河は将来的に巨大な楕円銀河にまとまっていくというのです。銀河群や銀河団の中にある銀河はまとまっていきますが、宇宙にあるすべての銀河が一つにまとまっていくとは考えにくいと言います。それは宇宙が膨張しているからです。遠方の銀河を観測すると、遠くであればあるほどより速い速度で天の川銀河から遠ざかっていると言います。これは宇宙空間が膨張しているためだと考えられています。観測によると、宇宙が膨張する速度は時間が経つにつれどんどん速くなっていると言います。何らかの未知のエネルギーが宇宙を加速膨張させていると考えられていますが、その正体は未だによく分かっていません。この未知のエネルギーはダークエネルギーと呼ばれています。宇宙の膨張により遠方の銀河は遠ざかっていますが、アンドロメダ銀河と天の川銀河が接近していることからわかるように、すべての銀河が遠ざかっているわけではありません。なぜなら銀河群や銀河団の範囲では、銀河をまとめようとする力が宇宙を加速膨張させるエネルギーに勝っているためです。一方、銀河団を超えるような大きな範囲になると、加速膨張の効果の方が上回ると言います。その結果、遠方の銀河との距離はどんどん広がっていくのです。1000億年以上先の宇宙では、銀河をまとめようとする力と宇宙を加速膨張させようとするエネルギーとの力関係により、巨大な楕円銀河が広大な宇宙にポツポツと存在するような寂しい宇宙が出来上がると考えられています。宇宙の至るところで起きていた銀河衝突は次第に起きなくなり、寂しい宇宙が銀河衝突の終着点だと言えるでしょう。銀河、それは星々が織りなす壮大で永遠の物語。その中で私たちの銀河系も絶え間ない変化を続けています。そして未来に訪れるアンドロメダとの衝突は、その壮大なドラマの次なる幕開けに過ぎません。銀河の旅路は
果てしなく広がる宇宙の舞台に刻まれた無限の奇跡。その謎を紐解くたびに、私たちは宇宙の深遠さだけでなく、自分たちの存在の意味を考えさせられるでしょう。星々の光は過去と未来をつなぐメッセージとなり、私たちにこう問いかけます。壮大な宇宙の一員として、あなたはどんな夢を描き、どのような物語を紡いでいきますか。